こんにちは、正臣です。本日はサイバージャヤについてお話ししたいと思います。実はサイバージャヤに住んでもうすでに1年経過したんですよね。時間の経つのは早いですよね。マレーシアの国際空港から行くとクアラルンプールまでの道のりの途中の場所になります。距離的には50キロほど、クアラルンプールから50キロほどの位置になっておりまして、空港からクアラルンプールまでの間に必ず通る場所にある都市となっております。タクシーで行くと大体30分ほどでクアラルンプールに到着する街になってます。サイバージャヤの隣町はプトラジャヤ、ピンクモスクが有名な場所ですよね。サイバージャヤはマレーシアのシリコンバレーなどと言われておりまして、IT 企業などを誘致している町となっています。そのため IT 企業が多く進出している町となっています。マレーシアのシリコンバレーと言われていますが、実際は結構な田舎町ですね。クアラルンプールに遊びに行った際もよく来たねなんて冗談で言われる時が結構ありますね。それほど田舎町ということなのではないでしょうか。最近では日本人を雇用する企業もサイバージャヤで増えてきておりまして、もしかしたらこの動画を見てサイバージャヤに転職、就職する方もいるのではないかなと思いまして、実際サイバージャヤに1年住んだ私が感じたことなどをシェアしたいと思ってます。またサイバージャヤのスーパーでの動画も撮ってきたので、食品こんなの揃うよっていうのもですね、紹介できたらなと思ってますので、ぜひとも見てみてください。始まるよまさおみチャンネル。ー。生活する上での必須条件というのは人それぞれ違うとは思うんですけれども、まずはじめに交通機関についてお話ししたいと思います。一般的に言われているのが電車とバスですよね。電車といえば最近サイバージャヤにも新しい駅ができたんですけれども、サイバージャヤの中心部から外れた場所に駅ができまして、正直あんまり使わない場所にあります。なので私の場合長距離移動以外は基本的に電車は使わないですね。というのも駅に行くまでグラブで行かなければならないんですよ。だったらもう最初からグラブでその目的地まで行っちゃった方が楽ですし、そういう面でちょっとね、電車に関してはあまり発展してないのかなと思います。続いてバスですね。バスに関しても同じことが言えまして、マレーシアのバスいつ来るか分かりません。時間が守られません。そのためバスも基本的には利用していないです。その点がクアラルンプールに住んでいた頃とは全く違う環境になりましたね。電車とバスの移動がほとんどなくなりました。さあ、じゃあ市内を移動する場合何使うのと言ったらですね、もうグラブ一択な状況だと思います。多くの人がグラブを利用して移動していると思います。車やバイクを持ってない方は基本的にはグラブ一択での移動となると思います。前に紹介したサイバージャヤで乗れる自転車、こちらの動画も参考にしていただいたらと思います。自転車の移動もね、結構自転車がいろいろなところに置かれていて、それを時間貸しで借りることができます。1分単位で借りれますので、それを利用するのも一つの手かなと思います。街はですね、丘をこう切り開いて作られた街なので、その名残があってですね、結構高低差が激しいんですよね。こう坂道だったりとか激しいんですよ。歩くのはきつい場所だと思いますね。車を持ってない方はグラブ、自転車、歩き、この3択になると思いますが、おそらくグラブをほとんどの方が選ばれるのではないでしょうか。
就職引っ越しを考えている方については会社の近くに住むのか、はたまたスーパーの近くに住むのか、おそらくこの2択になると思います。料理をしない人に関しては会社の近くに住むのがいいんじゃないかなと思います。ちなみにサイバージャイアには大きなモールではないんですけれども、中型のモール、ショッピングモールは1軒しかありません。その他にモールではないんですけれども、ショッピングセンターと言われている場所が1軒あります。つまりこのショッピングセンターか、もしくは中型のモール、この2軒になると思うんですよね。買い物しに、サイバージャイアの市内で買い物をするとですね、2軒になると思います。その他にスーパーも数軒あるんですけれども、やはり、街中に比べるとですね、数が圧倒的に少なくなります。料理をする方に関してはスーパーの近くに住むっていうのも一つの選択肢なのではないかなと思います。というのも先ほど言いました通り、スーパーに行ってもですね、この高低差が激しいためですね、買い物をしてもグラブを使う感じになるんですね。重いものを持つので。ですのでスーパーの近くに住むのも一つの手かなと思います。それも含め物件探しをした方がいいのではないかなと思ってます。サイバージャイアがいいと思う点。1、交通渋滞がない。自分で運転するんだったらめちゃくちゃ便利。クアラルンプールの方行くとですね、どこ行っても混むんですよ。本当にね、日本とは比べ物にならないほど、なんでこんな混むのっていう思うぐらいですね、混むんですね。そのためクアラルンプールの場合でしたら交通機関が発達しているので、電車バスっていうのも選択肢の一つにはなるのですが、サイバージャイアの場合ですと交通機関が望めないため、自分で運転するのであれば渋滞が少ないサイバージャイアは快適です。とっても快適だと思います。はい、続いて2番目、道がとっても綺麗なんですよ。はい、これね、本当にびっくりするかもしれないんですけれども、作られた街なので、丘を切り開いて作られた街なので、道がとても整備されてるんですよね。でなおかつ渋滞が少ない。つまり、渋滞が少なく道がきれい。これはね、すごい便利ですね。3番目、緑が多い。これは緑が多いんですよ。サイバージャイア本当に緑がね充実してて、湖ありますし、緑多いし、道整備されてるし、生活するにはね、すごいゆっくり生活できます。で、街の緑もですね、放置されないで定期的に整備されてるんですよ。これがね、すごい綺麗に保たれていて、クアラルンプールから引っ越してきて住んでみてすごい体感しました。4番目、家賃が安い。サイバージャイア家賃上がってきたって言われてますけど、まだそれでも安いです。クアラルンプールに比べたら、そうですね、半額もしくは 40% オフぐらいの金額で住める、同じ物件、同じような条件の物件に住めるんではないかなと思ってます。本当に家賃が安いんですよ、サイバージャイア。これは別の国に就職した東南アジアの仲間に聞いてもですね、安いねって言われるんで、本当に安いと感じています。逆に悪い点をいくつか挙げたいと思います。悪い点1点目、飲食店の選択肢が限られている。はい、
これに関しては人それぞれの価値観だとは思うんですけれども、基本的に自炊する人に関しては全然関係ない話ですよね。ですが、例えば日本食がどうしても食べたいとか、中華がどうしても食べたいとかという方には結構厳しい街なのかなって思ったりします。日本食のレストラン何店舗かあります。ですが本当に何店舗か、数店舗限られております。そのためどうしても日本食食べたい、どうしても中華食べたいっていう方に関してはですね、結構厳しいかもしれませんね。その点はご注意ください。マレーシア料理、インド系の料理、アラブ系のアラビックな料理の店舗に関してはそれなりに数多くあるので、ローカルな料理でも全然大丈夫っていう方に関してはですね、問題ないのかなと思いますが、一般的に見るとやはり飲食店の数は限られているので、選択肢もそれなりに少なくなります。はい、悪い点2点目、もうこれはですね、絶対的に交通機関が少ない、公共交通機関が少ない。そのため移動に関してはご自身で考えて行動してください。私の場合はバイクを買いました。もうバイクを買ったらですね、快適ですよ。バイク1台で快適な生活に早変わりですね。ただこれが自分の足がないとですね、毎回買い物に関してもグラブ移動になってしまいますし、買い物ごと会社への出勤ごと行き帰りになりますから、グラブ移動というのもやはり金額的にもストレス的にも時間的にも考えるものがあると思いますので、ご自身で判断してみてください。悪い点3点目、これは人によるのかなと思うんですけど、夜やっているお店が少ない。それではサイバージャイアのまとめです。先ほどお伝えした悪い点が解消されるのであれば、かなり快適な生活が待ってると思います。緑多くてゆっくり過ごせて、街も綺麗なんですよ。逆にですね、マレーシア移住ですとか引っ越しでですね、キラキラしているイメージを持っているサイバージャーに来る方にはイメージと違うなって思うかもしれません。ちなみに私のオフィスの前の道にはイノシシ、猿、これが結構な確率で出ます。そのぐらい田舎だと思ってください。でも街は綺麗で過ごしやすいって思ってます。逆に海外移住、わーいいな、羨ましいなって考えてる人に関しては、おそらく思ってるイメージと違いすぎるので、まずはクアラルンプールで就職すること、クアラルンプールに住むことをお勧めします。ただし家賃は倍ぐらい違うことになりますが、そちらの方がおすすめかなと思います。私の場合はクアラルンプールにも1年住んで、サイバージャイにも1年住みました。どっちが住みやすいかなって思った時、そうですね、総合的に見ると落ち着いてゆっくり過ごせるサイバージャイなのかな。その中でもバイクを手に入れたことが一番大きかったんではないかなと思ってます。そのためサイバージャヤではとっても快適に過ごせてます。あとはご自身で判断してみてください。さあ、今日の動画はこれにて終わりにさせていただきます。次回ですね、サイバージャヤのスーパー、中規模なモールが1個あるよ、もう1個はショッピングセンターがあるよと紹介しましたが、その中のスーパーの模様ですね、スーパーの模様を紹介したいと思います。ではまた
次の動画でお会いしましょう。まさおみでした。バイバイ。